はい、宇治でございます。ローランドファントム。もうね、いいわ、ファントム。で、今回はね、ファントムのバージョン 3.0 が出たということで、その 3.0 の、まずはちょっと新しい部分を、初めにちょっとやってみたいと思うんですけど、何が新しくなったかというと、3.0 ですね、新しくエンザイムというですね、エクスパンジョンがこう入ってきたわけですよ。もちろんローランドのねこのファントムっていうのはものすごい音源がいっぱいね詰まってますけど、今回のこのねエンザイム音源、この音いいでしょ。ものすごいいい音ですけど、ちょっといくつか音色紹介してみましょうか。例えばこう。もう最高にいい音だね。いい音です。さて何が起こってるのかと、それをですねちょっと紐解いていこうと思うんですけど、例えばねこういうこの音色、いろんな音色変化が起きてるの分かりますよね。この音色変化ね、中見てみましょうか。このパラメータっていうとこを押すと、お、何かが動いてるぞ。お、何かが動いてるぞ。お、これがねこのエンザイム音源の中身なんですけど、見て分かる通りね、このウェーブタイプで、そこにねテーブルとドローイングっていうのがあって、でシェイプ、これなんか意味深ですね。このシェイプね、動いてますね。速くなったりとか形が変わったりしますね。でこのステップ LFO、ね、このね4つの、レーンがありますけど、ここね、でフィルターがあって、アンプがあって、エフェクターがあって、これタッチスクリーンになってるのがいいんだよね、またね。というね、仕組みになってます。まあウェーブテーブル音源をこうね面白くこうね、エディットできるんですけど、これはねほんと素晴らしいですね。例えばよ、この音なんか分かりやすいんだけど、ステップで動いてますね。もちろんこれ DAW とかと完全同期しますけど、これ中身見てみると分かるんだけど、このね、このステップ LFO モジュレーションのところ弾くと、
なんとなくこの波形っていうかこの動き方に音がリンクしてるの分かるよね。見ててね、もう一回ね。ちょっとこれやってみようか。一番上をじゃあねちょっと全部同じにしてみるのこうやってね。ここも変わんないけど。さっきとピッチが変わったってことはこれピッチだってことを表してるのが分かるよね。なんかねこれ。おーという感じになるわけですよ。これもねちょっと下方向に行ったり上に方向に行ったり。分かりやすいです。このね、16ステップあるけど、例えばこここうやるとこの形があるけども、これダブルクリックするとこの形をね今これだったんですよ。例えばこれにすると、ね形が変わったのが分かりますね。といった感じになるわけ。とても面白いですね。でねここ分かりやすくするためにトーンをイニシャライズしてみようか。そうするとなるほど。テーブルのところに見ましょうね。実にシンプルなサインがなってますけど、今ねこの2つレイヤー1に行ってあって、これがこのレイヤーのミックスっていうところなんだけど、ここでこっち側に左側にしてるんで今こっち関係なくてこっち側だけってことね。でウェーブテーブル音源なんでここポジション見てください。こうやってこれ今サイン波でしょ。でだんだん真ん中の方行くと三角波になってノコギリ波になって区形波になるっていうのが分かりますね。これでね弾いてみると。これにリアルに動くわけですよ。でその波形がここにいろんな波形がこうあると。いくつあるんだ全部で。結構ありますね。63個。こういうウェーブの波形がこうなって、一番分かりやすいようにしていきましょうね。サイン波から三角波になってノコギリ波になって区形波になるやつね。でここでシェイプ。このシェイプというのは、P モジュレーションで S モジュレーション。これは分かりづらいか。もうちょっとこのサイン波にしておいた方がいいね。このが分かりやすいね。ほらこれ中で見えてる波形が見ると分かるんだけど、なんか横方向の動きがこうあるの分かるよね。こっちは縦方向の動きみたいな。なるほど。でねここで面白いのが今これパレットになってて音が変わるの分かるよね。これでここにいろんな形がこれで動いてるの分かるかな。ほらでここスピード、いろんな形があります。シェイプで見てみるとこんだけシェイプがあるの。これ面白いよこれ。ローランド。当然こいつも、シェイプで動いてるの分かりますね。ここで、作った波形がこのシェイプのところで動いてるのが分かりますね。でちなみに、オフにすると動きません。次
ここね、ステップの LF オートモジュレーション、ここのところがこれ今全く何も動かしてないんでステップで音が変わりませんね。じゃあねこれねここ動かしましょうか。これにこういうことができる。当然オシレーターだからピッチ変わるわね。ここは当然フィルターアンプなんで一番上にありますけど、当然こうなるわね。でここダブルクリックするとそこの波形を変えられるのね。例えばこんな波形複雑です。ブルルってなったらこっちも当然変えられるわけですよこれで。でここが今度ステップのどこを鳴らすかってやつわかりますよね。ここがねキック、これでキック面白いんだけど、なんか低音のキックみたいな音がこう来るでしょ。でそれでフィルターがあったりとか、アンプがあったりとかね。でエフェクトがこのエフェクターが選べるんでね。例えばコーラスを選んで、パレット上でこうね動いたりとかするわけですよ。ドライブ超面白いですね。フランジャーということができます。面白いでしょ。じゃあ次にね、もうねすっげえ面白いんですけど触ってて最高ですね。また戻りました。このドローイング、これってみようか。見てわかる通りサイン波ですねこれね。これも書いた波形がこの音が鳴ってるわけよ。でここのドローイングツールっていうところでいろいろ作ることができますねこうやって。でこれでエクスキュートってやるとこれを元にこうやってやったりとか。で作ったものをここでフィルターで料理してアンプでまた料理してみたいな。もう超面白いですねこれね。これやっぱシンセサイザーの醍醐味っていうかなんていうの、ファントムのもう新たな音源システムがこう加わったみたいな感じなんだけど、これバージョン 3.0 で、このねエンザイム音源ってのは有料なんですけども、他にもねこれね、もう一つ言ってみましょうか。今これシングルでピアノの音出しますけど、ここでね、3.0 になって新しく加わったエフェクター、これをね見てみましょうか。 MFX のところザーっていくとですね、後半に
きた。フォノグラフ。もう古いなんかレコードみたいな。これ面白いのがここのパレットでね、この量を決められるんですよ。これですよ。でしょ。もう一個ね、エキサイター。これエキサイターの機器もこれで。ともう一個ね、JD800 についてた JD800 マルチっていうエフェクター。ディストーションとフェイザーとスペクトラムとこうエンハンサー、これは全部使えるってやつ。というバージョンアップもあったりとか、あとシーケンサーのところで、小節数を拡張できたりとか、パラメータをうまく見れたりとかね、その辺は後日またシーケンサーのところで、お伝えしたいと思いますが、いやこのね、なんたって、このエンザイム音源の凄さに私はもう打ちのめされました。優勝ですが、これはもう絶対におすすめです。もうとてもリーズナブルですね。ということでファントム、まずはこのファントムの新しいバージョン 3.0 エンザイム音源を中心に紹介しましたけど、ファントムもう最高です。これでね、今回を 3.0 でしたけど、次に音色とかシーケンサーのところとか基本的な使い方とか、その辺もね詳しく掘り込んでいきたいと思います。ファントムバージョン 3.0 でした。